皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は2024年1月15日から19日にスイスのダボスクロスタースで開催された通称ダボス会議で注目されたアルゼンチンのミレイ大統領のスピーチをお届けしたいと思います。私たちは長い歴史の中でろくでもない輩たちの計画に翻弄され、騙され、財産を搾取され続けたわけですが、それらのことに気がついた人たちが今このチャンネルにアクセスし、この動画を見ていると思います。その皆さんは例外なく真実を知れば知るほど悲壮感と無力感に襲われたという経験もあるはずです。しかし確実にろくでもない輩たちの目論見に陰りが生じ始めています。今回紹介するアルゼンチンのミレイ大統領のスピーチが行われたことがそれを証明しており、それはもしかするとリハーサルとは違うスピーチ内容を本番で披露したのか分かりませんが、明らかに世界中に増え続けているまともな人たちに勇気を与えてくれたものと信じています。スピーチの翻訳は機械翻訳を使用し、意味不明な部分は私の判断で修正していますので、本来のスピーチ内容とは多少のズレがあるかもしれません。正確に内容を知りたい方は世界経済フォーラムのウェブサイトに動画がありますので、そちらにてご確認いただければと思います。このスピーチを聞いて私も勇気をいただけたので、それをご視聴の皆さんにもシェアしたいと思いました。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、ダボス会議について予備知識がない方のために簡単に説明しておきます。ダボス会議というのは世界経済フォーラム WEF という国際機関が主催する会議で、その世界経済フォーラムは1971年に経済学者クラウス・シュワブにより設立された個人的な団体です。重要なのでもう一度言っておきます。個人的な団体です。本部をスイスのコロニーに置き、独立かつ非営利団体であるとされています。そのダボス会議では、世界、地域、産業の課題を形成し、世界情勢の改善の取り組みを行っており、世界中から知識人やジャーナリスト、多国籍企業経営者や国際的な政治指導者などを選出し、さらには各国の要人が一堂に会して各種会合を行う場となっています。まるで世界政府であるかのような振る舞いに世界中のまともな人たちからの反発を招いています。ちなみに私たち日本政府の要人ものこのこと出かけていき、ダボス会議で決めたアジェンダ、計画の進捗をチェックされ、指導を受けて国内に戻ってきてはその通りに政策を決めていくという情けない構図になっているのです。LG なんとかという法案の決定も自民党内で反対多数だったにもかかわらず、K 首相が強引にご利用しして法案を通してしまいました。もはや民主主義国家ではなくなりつつある状況になっており、それは世界中の民主主義国家も同様にグローバリストによる全体主義化、共産主義化が進んでいるのです。そこに警告を発したのが今回紹介するアルゼンチンのミレイ大統領ということになります。最後に大事な点として、世界経済フォーラムの運営に関わっている人たちというのは民主主義によって選ばれた者は一人もいません。共通項は全員グローバリストです。前置きはこのくらいにしておいて、早速スピーチをお聞きいただきますが、冒頭から胸くそ悪くなる人物の顔を見ることになります。削除しようと思ったのですが、あの悪人面をしっかり目に焼き付けておいてください。ではどうぞ。皆様こんにちは。ハビエル・ミレイをお迎えできて大変光栄です。ご存知のように、彼は自由主義によって選ばれたアルゼンチンの大統領です。そして実は当選後初めての外国訪問です。まず、あなたの当選を祝福します。おめでとうございます。そして、あなたの選挙運動を管理したあなたの妹にもおめでとうと言いたいと思います。あなたはアルゼンチンに新しい精神を導入し、アルゼンチンをより自由な起業家活動に近づけています。アルゼンチンを法治国家に戻すことも。
さて、今日私たちの中には非常に特別な人がいます。そしてもちろん、私たちは皆、あなたの意見に耳を傾けたいと思っています。改めて、世界経済フォーラムへの心からのご挨拶を申し上げます。はい、ありがとうございます。私がここに来たのは、西側世界が危機に瀕しているということ。そして西側世界が危険にさらされているのは、西側の価値観を守らなければならない人々が、容赦なく社会主義につながる世界観に取り込まれているからだ、ということを告げるためです。残念なことに、ここ数十年、他者を助けようとする一部の善意の個人や、特権階級に属したいという願望に動機づけられた他の人々によって、西側世界の多くの指導者たちは自由のモデルを放棄してきました。私たちがここで伝えたいのは、集団主義的な実験は、世界の国民を悩ませている問題の解決策には決してならないということです。むしろ、それらこそが私を信じる根本的な原因であり、これら2つの点を証言するには私たちアルゼンチン人ほど適した場所はありません。1868年に自由主義モデルを採用してから35年が経ち、アルゼンチンは世界をリードする大国になりました。そして、過去100年間にわたって集団主義を受け入れたとき、国民が体系的に貧困になり始め、世界の順位が140位に落ちたのを目の当たりにしました。しかし議論をする前に、まず、なぜ自由企業資本主義が世界の貧困をなくすことができる唯一のシステムであるだけでなく、それが世界の貧困を達成する唯一の道徳的に望ましいシステムであるのかを証明するデータに目を向けることが重要でしょう。経済発展の歴史を見てみると、0から1800年の間、世界のほぼ1人当たりの GDP が基準期間全体を通じて実質的に一定に保たれていたことがわかります。人類の歴史を通じて経済成長の推移を示すグラフを見るとホッケースティックのような形をしており、それは 90% の期間で一定であり、19世紀からは指数関数的に成長が始まりました。この停滞の歴史の唯一の例外は、15世紀後半のアメリカ大陸の発見でした。しかし、この例外を除けば、0年から1800年までの全期間を通じて、世界の1人当たりの GDP は停滞しました。さて、資本主義が経済システムとして採用された瞬間から富の爆発をもたらしただけではありません。しかしデータを見てみると、0年代から1800年代までの全期間を通じて、成長が加速し続けていることがわかります。1人当たりの GDP 成長率は年間約 0.02% で安定しています。したがって、19世紀の産業革命以降はほとんど成長がなく、年間平均成長率は 4.66% でした。このままでは、1人当たりの GDP が2倍になるには、約107年かかることになります。さて、1900年から1950年までの期間を見ると、成長率は年率 1.66% に加速しました。したがって、1人当たりの GDP を2倍にするのに107年は必要なくなり、66年で達成しました。そして、1950年から2000年までの期間を取ると、成長率が 2.1% であることがわかります。これはわずか33年で世界の1人当たりの GDP を2倍にすることができることを意味します。この傾向は止まるどころか今も健在です。2020年から2023年までの期間を取ると、成長率は再び年率 3% に加速しました。これはわずか24年間で世界の1人当たりの GDP を2倍にすることができることを意味します。そうは言っても、1800年から今日までの1人当たりの GDP を見てみると、産業革命後、世界の1人当たりの GDP は15倍以上になり、世界人口の 90% を貧困から救い出したことを意味しています。しかし、1800年代までに世界人口の約 95% が極度の貧困の中で暮らしていましたが、パンデミック前の2020年までには 5% にまで減少したことを忘れてはいけません。経済システムとしての自由貿易資本主義は、地球上の飢餓、貧困、極度の貧困をなくすために私たちが持つ唯一の手段です。経験的証拠には疑いの余地がありません。したがって、自由市場の資本主義が生産性の点で優れていることは疑いの余地がありません。左翼の教義は資本主義を攻撃し、道徳の問題を主張し、資本主義は不当だと主張してきました。彼らは、資本主義は個人主義であるから悪であり、集団主義は利他主義であるため善であると言います。もちろん他人のお金で。したがって彼らは社会正義を主張します。しかし、この概念は先進国で最近流行し、
我が国でも80年以上にわたり政治的議論の中で常に使われてきました。問題は、社会正義は正義ではなく、一般的な幸福にも寄与しないことです。逆にそれは暴力的であるため、本質的に不公平な考えです。税金は強制徴収であり、国家は平気なので不当に徴収します。それとも私たちの中に、彼らは自発的に税金を払っていると言える人がいるでしょうか。つまり、国家は強制によって財政が賄われており、税負担が高ければ高いほど強制が大きくなり、自由度が低くなるということです。社会正義を推進する人々やその支持者たちは、経済全体は様々な方法で共有できるパイであるが、そのパイは生み出される富が与えられたものではないという考えから出発します。しかし国家がビジネスが提供する商品やサービスの成功を望まない場合、ビジネスは失敗します。高品質の製品を魅力的な価格で製造すれば、業績も良くなり、より多くの製品を生産するでしょう。したがって、市場は資本家が前進する中で正しい道を見つける発見プロセスです。しかし、資本家が成功した時に国家がそれに罰を与えると、発見のプロセスが妨げられることになります。国家はインセンティブを破壊し、その結果生産量が減り、パイが小さくなり、社会全体に悪影響を与えることになります。集団主義はこれらの発見プロセスを阻害し、発見の流用を妨げることにより、最終的には起業家の手を縛り、より良い商品やサービスをより良い価格で提供することを妨げます。では、なぜ学会、国際機関、経済理論、政治は、世界人口の 90% を極度の貧困から脱却させただけでなく、それをますます早く脱却し続けている経済システムを悪者扱いするのでしょうか。今日の社会は道徳的に優れています。そしてまさに自由貿易資本主義のおかげで、世界は今最高の瞬間を生きていることがわかります。人類の歴史の中で、今日ほど繁栄した時代はありません。これは全ての人に当てはまり、今日の世界はより自由で、より豊かで、より平和で繁栄しています。これはより自由度が高く、経済的自由があり、個人の財産権が尊重されている国に特に当てはまります。なぜなら抑圧されている国よりも12倍自由度が高く、自由度の高い国では下位 10% の人々は、抑圧されている国の人口の 90% よりも裕福だからです。そして極度の貧困率は50分の1まで減っているのです。そして自由国家の国民は抑圧国家よりも 25% 長生きします。さて、リバタリアニズムについて話すとき、私たちは何を理解する必要があるでしょうか。そして、アルゼンチンの自由に関する最大の権威であるアルベルト・ベネガス教授の言葉を引用したいと思います。彼は、リバタリアニズムとは、生命の権利を守るための不可侵の原則に基づいて、他者の人生プロジェクトを無制限に尊重することであると述べています。自由と財産、その基本的な制度は、国家介入のない私有財産市場、自由競争、分業、社会協力であり、より良い品質またはより良い価格で他者に奉仕することによってのみ成功が達成されます。言い換えれば、資本家、成功した実業家、社会的慈善者、他人の富を使用することから程遠い人たちは、一般的な幸福に貢献しているのです。結局のところ、成功した起業家は英雄であり、これが私たちが未来のアルゼンチンのために提唱しているモデルです。生命、自由、財産の防衛というリバタリアニズムの基本原則に基づいたモデルです。ご存知のように自由企業、資本主義、経済的自由が世界の貧困をなくすための並外れた手段であることが証明されており、私たちが今人類史上最高の時期にあるのであれば、なぜ西側諸国が危機に瀕しているのかを問う価値はあります。そして私がこれを言うのは、私たちの国のほとんどにおいて、自由市場や私有財産、その他の自由主義の制度、政治的及び経済的体制の部門の価値を守るべきものが、あるものは理論的枠組みの誤りによるものであるからです。また権力への貪欲さは、リバタリアニズムの基盤を揺るがし、社会主義への扉を開いて、潜在的に私たちを貧困、悲惨な状況に追い込む可能性があるからです。社会主義は常にどこにでも存在し、それが試みられたすべての国で失敗した貧困現象であることを決して忘れてはなりません。経済的、社会的、文化的に失敗し、1億人以上の人間がこの世から消されました。西側諸国が今日抱えている社会問題は、ベルリンの壁の崩壊と圧倒的な経験的証拠の後でも、
貧困化する社会主義を主張し続ける人々と向き合わなければならないということだけではありません。しかし、私たちの歴史上最大の富と繁栄の拡大をもたらしたシステムの基礎を損なう、誤った理論的枠組みに依存している指導者、思想家、学者もいます。私が言っている理論的枠組みは、新古典派経済理論の理論的枠組みであり、知らず知らずのうちに最終的に国家社会主義と社会劣化につながるしかない方向に設計されます。新古典派の問題は、彼らが夢中になっているモデルは現実とはマッチングしておらず、モデルの前提や想定される市場を見直すのではなく、自分たちの誤りを想定される市場に原因があると押し付けることです。その間違った原因をもとに価格システムに歪みを生じさせ、そして経済計算が妨げられるので、貯蓄、投資と成長も妨げられます。この問題は主に、リバタリアン経済学者とされている人たちですら、市場とは何かを理解していないという事実です。なぜなら、彼らが理解していれば、市場の失敗に類するものが存在することはありえないことがすぐにわかるからです。市場は、需要と供給の曲線を表す単なるグラフではありません。市場は、自主的に所有権を交換する社会協力の仕組みです。したがってこの定義に基づくと、市場の失敗について話すことは矛盾しています。市場の失敗は存在しません。取引が自発的である場合、取引が市場の失敗となり得る唯一の状況は強制がある場合であり、一般的に強制できるのは暴力を独占している国家だけです。したがって、誰かが市場の失敗があると考えている場合は、国家介入が関与しているかどうかを確認することをお勧めします。そうでないことが判明した場合は、明らかに間違いがあるため、もう一度確認することをお勧めします。市場の失敗など存在しない。これらのいわゆる市場の失敗の一例は、経済の集中構造によって説明されます。しかし、それでは1800年から今日に至るまでの経済成長を説明することは不可能です。これは面白いと思いませんか？1800年以降、人口は8倍から9倍以上に増加し、1人当たりの GDP は15倍以上に増加しました。つまり、極度の貧困を 95% から 5% に減らすことになったのです。しかし、収益の増大の存在には、いわゆる独占と呼ばれる集中構造が関係しています。では、なぜこれほど多くの幸福をもたらしたのでしょうか。自由主義を否定する者たちはどうしてこれらの結果を失敗と呼ぶのでしょうか。新古典派の経済学者は既成概念にとらわれずに考えます。モデルが失敗したときは、現実に対して起こるのではなく、むしろモデルに対して起こって、そのモデルを変更すべきです。新古典派モデルが直面するジレンマは、彼らが公平性と考えるものを攻撃するだけでなく、市場の機能、成長に逆行してしまうのです。独占を規制し、その利益を破壊し、成長する収益を自動的に破壊する例は、経済成長モデルを破壊することになります。言い換えれば、彼らは市場が何であるかを知らなかったがために、または失敗したモデルにとらわれすぎた結果として、市場の失敗を修正しようとすればするほど社会主義への扉を開くことにつながり、ますます人々を貧困にさせることになります。しかし、国家介入が有害であるという理論的実証と、国家介入が失敗したという経験的証拠を前にしても、彼らが考える解決策は自由を増やすことではなく規制を増やすことなのです。集団主義者が提案する解決策は、より大きな自由ではなく、むしろより大きな規制であり、それは私たち全員がより貧しくなり、私たち全員の生活が豪華なオフィスに座っている官僚に依存するまで、規制のスパイラルの下向きのスパイラルを生み出すことです。集団主義モデルの悲惨な失敗と自由世界の否定できない進歩を考慮して、社会主義者は政策の変更を余儀なくされました。彼らは経済システムに基づく階級闘争を置き去りにし、これを共同体の生活や経済成長と同じくらい有害である他の想定される社会紛争に置き換えました。これらの新しい戦いの最初は、男と女の間の馬鹿げた不自然な戦いでした。リバタリアニズムはすでに男女の平等を規定しています。私たちの心情の基礎は、すべての人間は平等に生まれ、生命、自由、所有権を創造主によって与えられたというものです。さらに過激なのは、この急進的なフェミニズムの政策がもたらしたものは、経済プロセスを妨害するための国家介入の拡大であり、社会に何の貢献もしていない官僚に仕事を与えることだけです。社会主義者が提起するもう一つの対立は、自然に対する人間の対立であり、私たち人間は、
どんな犠牲を払ってでも守るべき地球に損害を与えていると主張し、人口を減らす気候や血生臭い中絶計画の擁護にまで及んでいます。残念ながらこうした有害な考えが私たちの社会に根強く浸透しています。新マルクス主義者は西側世界の常識をうまく取り入れることに成功し、メディア、文化、大学、さらには国際機関を乗っ取ることでこれを達成しました。国際機関の乗っ取りが最も深刻であり、それはこれらが多国間機関を構成する国々の政治的、経済的決定に多大な影響を与える機関だからです。幸いなことに、私たちが自分たちの声を届けようと果敢に行動する人がますます増えています。なぜなら、私たちがこれらの考えに対して真に断固として戦わなければ、私たちに起こりうる唯一の運命は、国家による規制、社会主義、貧困と自由の減少により、生活水準はさらに悪化するからです。しかし残念なことに、西側諸国はすでにこの道を歩み始めています。西側諸国が社会主義に転じたというのは馬鹿げているように聞こえる人も多いだろうが、社会主義の伝統的な経済的定義、つまり国家が生産手段を所有する経済システムに限定するなら、それは馬鹿げているだけです。私の考えでは、この定義は現在の状況に照らして更新されるべきです。今日国家は、貨幣の印刷、債務補助金、金利の管理、価格管理、いわゆる市場の失敗を是正するための規制などのツールを使用して、個人の生活のあらゆる側面を管理するために生産手段を直接管理する必要はありません。彼らは何百万もの個人の人生と運命をコントロールすることができます。このようにして、ほとんどの西側諸国で一般に受け入れられている政治的提案のかなりの部分が、異なる名前や装いを使用することで、共産主義的ファシスト、ナチス、社会主義者、社会民主党、国家社会主義者、民主党員、キリスト教徒またはキリスト教民主党員、ネオ・ケインズ主義者、進歩的なポピュリスト・ナショナリストまたはグローバリストであろうと本質的に違いはありません。彼らは皆、国家が個人の生活のあらゆる側面を舵取りすべきだと主張しています。彼らは皆、人類を歴史上最も目覚ましい進歩に導いたモデルとは反対のモデルを擁護しています。私たちが今日ここに来たのは、西側諸国の残りの国々に、繁栄、経済的自由、限られた統治、政府と個人の私有財産の尊重という道に戻るよう呼びかけるためです。これらは経済成長にとって不可欠な要素であり、でなければ貧困を生み出すのです。集団主義がもたらす貧困化は空想でもなければ、避けられない運命でもありません。そのことは私たちアルゼンチン人がよく知っている現実です。私たちはこれを乗り越えてきました。私たちがこのような状況を経験してきたのは、先ほども言ったように、私たちを豊かにしてきた自由のモデルを放棄すると決めて以来、私たちは下降スパイラルに巻き込まれ、そのスパイラルの一部として私たちは日に日に貧しくなっていったのです。これは私たちが経験してきたことであり、自由のモデルを通じて豊かになった西側世界の国々が、この隷属の道を歩み続けることになってしまったら何が起こりうるかについて警告するためにここにいます。アルゼンチンの事例は、どんなに裕福であっても、どんなに天然資源があっても、どんなに教育を受けた国民がいても、中央銀行にどれだけの金の延べ棒があっても関係ないということを証明しています。市場の自由な機能、自由な競争、自由な価格制度を妨げる措置が採用された場合、貿易を妨げた場合、私有財産を攻撃した場合考えられる運命は、多くの人にとって貧困だけです。したがって、最後に、ここにいるすべてのビジネスマンと、ここに直接来ていないが世界中からフォローしている人たちに、政治階級や規制中に脅迫されたり、脅されたりしないでください、というメッセージを残したいと思います。また権力の座にとどまり、その特権を保持したいだけの政治階級に屈服してはなりません。あなたは社会の後援者であり、ヒーローです。あなた方は、私たちがこれまで見た中で最も驚異的な繁栄の時代を築いた人たちです。あなたの野心は不道徳だとは誰にも言わせません。あなたがお金を稼ぐなら、それはより良い製品をより良い価格で提供し、それによって全体的な幸福に貢献できるからです。国家の介入に屈しないでください。国家は解決策ではありません。国家そのものが問題なのです。この物語の真の主人公はあなたたちです。そして今日からアルゼンチンという味方がいることを知って安心してください。本当にありがとう。そして自由万歳。クソ野郎。
以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。